こんにちは、たかしです。本日は2月3日土曜日、週末ですので、来週5日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをやっていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご視聴ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日金曜日は大きい陽線になってきました。その前の日ですね、木曜日に GMMA の青帯で接触して、そこからの上昇になってきてましたので、冷やし単位の上昇に入る可能性を話していたと思います。ちょうどそこから金曜日はさらに上昇してきた。そんな形ですね。ストキャスティクスもちょうどゴールデンクロスしてきましたので、ここからは直近高値 188.6付近を目指して上昇していくのかなというふうに考えられます。GMMA の青帯に接触、それからストキャスティクスもゴールデンクロスですので、綺麗な上昇の仕方ではあるんですが、MACD がちょっと弱いので、そこは気になるところですね。基本的には上昇しやすい、そういう試合には入ってきました。ただ、高値圏ということもありますので、今、冷やしでは大きなダブルトップを作っての下落の、その途中の反発の上昇という可能性もあるので、まずは直近高値まで、188.7 付近までの上昇、そこでどうなるか、そこを上抜けていけるのか、それともそこで再び下落に向かうのかっていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足はちょっと怪しいんですね。GMMA の青帯がずっとこちら左側では上昇トレンド、そこから今横向きになってきているんです。で、冷やし単位では冷やしの GMMA に今接触して上昇してきてますので、ここから冷やしの強い上昇に入っていく可能性があるんですが、4時間足すでにストキャスティクスは高値圏にあるんです。ただ GMMA の青帯を上抜けてきましたので、この青帯の上でサポートされるのであれば、先ほど言った 188.7 付近を目指して上昇していくと思うんですが、今 GMMA また横ばいですよね。で、過去はずっと上昇だったんですが、現在は横ばいですので、ここから再び上昇していけばいいんですが、上値が重いとこのまんま GMMA の青帯を挟んで上がったり下がったりというレンジに変わってくるかもしれませんので、その辺は注意が必要。現在ストキャスティクスも高値圏ですし、GMMA が横ばいですので、もしかするともうちょっと上昇するかもしれませんが、この最高値付近では再び下落してきて、ここでのレンジを作ってくる可能性がありますので、あまりどんどん上昇すると思わない方がいいかもしれません。もちろんこの最高値 188.7 付近を上抜けてくればそこからの上昇の流れについていけばいいんですが、そこまではレンジも想定しておく、それから冷やしでのダブルトップもイメージしておきたいので、まだ1円幅ぐらいは上昇する余地があるんですが、まずは週明け4時間足のストキャスティクスが一旦落ち着くのを待ちたいところですね。では1時間足です。1時間足は下落トレンドを作っていたんです。この赤いトレンドラインを引いてますが、これに沿って下落トレンドを作ってました。それを金曜日上抜けてきたんですね。で、1時間足の下落トレンド、こんな感じのトレンドなんですね。ここから始まって、こんな感じのトレンドを描いていたんです。ということは、現在ここ黄色丸を押してあるんですが、ここが直近の戻り高値になるんですね。で、金曜日、若干ここ上抜けているんですが、今ピンクラインを引きました。これが黄色丸の戻り高値になるんですが、若干抜けてますよね。若干は抜けているんですが、ここは上抜けたとは認識しませんので、ここ一旦上昇しても次のローソク足ですぐ戻されてますので、ここは上髭になってます。4時間足を見ていただいてもここ上髭なんですね。ですので、まずはこの黄色丸の高値、187.6 付近を上抜けてくる、明確に上抜けてくるのを待ちたいですね。ここを上抜けてくると、次はこの先ほど言った最高値付近 188.7 付近まで上昇する可能性が高くなってきます。1時間足は下落トレンドと言いましたが、今直近の戻り高値を上抜けてませんので、黄色丸の高値を明確に上抜けるまでは売り圧力が比較的かかりやすい、そういうところに現状はあります。ただ GMMA の青帯上向きですので、基本は今までこの GMMA の青帯下向きでしたよね。それが今上向きに変わってきてますので、ここから上昇トレンドに入れるのかどうかっていうところを見ていきたいので、まずはしっかり押しをつけて、そこからの上昇、そして金曜日の高値を抜けてくる、そういう動きを待ちたいですね。イメージとしてはこんな感じ、押しをつけて上昇していく、こんなイメージを持っておきたいです。GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてほしいところですが、もしかするとちょっと深めの押しをつけてくるかもしれません。4時間足ストキャスティクス高値圏でしたよね。1時間足も方向感なくって、ちょっとマクディが怪しい雰囲気になってきましたので、もしかするとこのあたり 186.6 付近、ここの赤い水平線ですね、このあたりまで押しをつけてく
くるかもしれませんので、 GMMA の青帯から 186.6 付近の間ぐらいのところで押しをつけて、そこからの上昇をイメージしておきたいのと、あと黄色丸の高値を上抜けてくると 188.7 付近まで上昇していく可能性が高くなるので、その辺の流れについていくのがいいと思います。では次はドル円の冷やしです。こちらも同じなんですが、 GMMA の青帯付近に今まで調整の下落をしていたんですね。過去ずっと下落してきまして、そこから今年の1月から上昇してきて GMMA の青帯を上抜いてきました。ただ上抜け方が急激でしたので、一旦は GMMA の青帯に調整の下落をしていた。そこからようやく金曜日で上昇に入ってきたというところですね。こちらもストキャスティクスはゴールデンクロスしてきてます。ですので基本的には上昇方向を見ておきたいんですが、まずはこの直近の高値ですね。今までずっと揉み合ってきたこの高値 148.5 付近、そこを明確に上抜けてこれるかどうかっていうところにまずは注目です。では4時間足です。4時間足は平行チャンネルを描いておりました。その中で動いていたんですが、これも金曜日に上抜けてきましたね。現在は直近の高値の 148.7 付近が意識されております。このオレンジの水平線を上抜けると、次ここですね、149.75 付近を目指して上昇していくと思いますので、だいたい1円幅ぐらいありますよね。この中での上昇の流れに乗っていけるといいのかなと。ただこちらも4時間足ストキャスティクスは高値圏にありますので、そこはご注意ください。基本的な考え方として、ストキャスティクスが高値圏に入ると、そこからは調整の下落をしやすくなります。過去の動きとか見てもそんな感じですね。こことかもストキャスティクス高値圏から下落に入っていくと、チャートも比較的下落しますので、今はストキャスティクス高値圏にあるということは、ここから下落していく調整の下落ですね。このストキャスティクスの過熱感を解消しに下落していく可能性がありますし、直近の高値付近ですので、ここから下落するポイントでもおかしくないと思いますので、ですので週明けの動き、まずはこのオレンジの水平線を上抜けてこれるかどうか、抜けられなければここから4時間足単位の調整の下落で GMMA の青帯付近まで下落してくると考えますので、その辺の動きを見ておきたいですね。では1時間足です。ではどこまで調整の下落をするのかですが、今4時間足もそうですが、1時間足の GMMA ともだいぶ乖離が進んでいるんですよね。結構離れてますよね。ということは一旦 GMMA の青帯に戻すような、そういう動きをしてくる可能性があります。基本的に GMMA の青帯っていうのは離れると戻る、離れると戻るっていう、この過去の動きを見てもわかるように、GMMA の青帯から離れると GMMA の青帯に戻すような動きをするんですね。この辺もそうですよね。ですので今だいぶ離れているってことは GMMA の青帯に戻っていくような動きをする可能性があるので、そうするとまずは GMMA の青帯付近までの調整の下落、そして木曜日からのこの上昇に今フィボナッチリトレースメントを当ててますので、この辺のラインも見ておくといいと思います。フィボナッチリトレースメントのラインで下げ止まりが起こるのであれば、そこからの次の上昇ですね。イメージとしてはこんな感じのイメージを持っておきたい。どこまで深く押しをつけるかはわかりませんが、まず1時間足ストキャスティクス高値圏ですよね。そして4時間足も高値圏ということは、一度調整の下落をしてもおかしくないとは思いますので、この辺の動きを見ておきたいですね。ただ金曜日の上昇かなり強いので、もしかすると浅めの下落からの上昇になっていく可能性もありますので、まずは 23.6% での反発、そして 38.2% 付近まで深く入ってくる可能性も考えておきたいです。もし月曜日このままスルスルと上昇してきてしまった場合、先ほど4時間足で言いましたが、その場合はこのオレンジの水平線 148.7 付近を明確に上抜けてから、次 149.7 付近までの上昇の流れっていうところをイメージしておくと、トレードはやりやすいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。今週の週末限定動画は先ほど投稿したんですが、月足の分析をしております。めったに見ない月足ですが、月足分析しておくと、ここから先の動きっていうのが大体イメージできますので、かなり便利な分析だと思いますし、一度ご視聴ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得ですし、今ですと2月上旬ですので、今が一番お得です。
また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。